今自分がですね使わせてもらっているインクルードはインクルード76、83、89、86、90と88を使っています。これからですね簡単ではあるんですが、その使い分けについて説明したいと思います。自分がですね根魚ゲームに使っている竿はインクルード76、86、88の3本になります。まずですね、エリアによって大まかに使い分けするんですけど、自分のホームグラウンドである島根山陰エリアでキジハタ、アコをですね狙う場合は、主軸にインクルード86を持ってきて、そのサポートフォローにインクルードの76を使用します。で九州四国等の遠征兆候、そちらに行く際は一応86を主軸にして88を持っていきます。でその使い分けはですね、86に関しては赤旗、黄門旗と呼ばれるやっぱりマックス50センチぐらいになる旗系ですね。でそれ以上になるサイズ、筋あら、タマンを狙うときは88を使っています。で、76に関してはですね、瀬戸内で、ミドルゲームと呼ばれる、10g 前後のジグヘッドを用いてアコウやマダイを狙うゲームが徐々に広がりつつあるんですが、その、ミドルゲームに対しても76という竿は十分に使えると思います。インクルード76、インクルード86、インクルード88、この3本を使い分けることによって中四国九州の根魚ゲームをほぼ網羅できると思います。ちなみに、インクルード、IS76M2 と、インクルード IS83M3 に関してはですね、パワー表記がですね M2、M3 と非常に似たところがあってですね、ちょっと購入される際に迷う可能性があるんですけど、全く別物の竿と思っていただいた方がいいと思います。まずですね IS76M2 ですね、テクニカルスナイプに関してはですね、かなりにはファーストテーパーな竿になっています。シャープな竿ですね。で対して、IS83M3 スクイットスクワッドに関してはパラボリックアクション、俗に言う同調子ですね、非常に曲がる竿に仕上がっています。なのでもう調子がもう全く違う。一応ジャンル的には根魚用と、エギングイカ用っていう形で分かれてるんですが、どちらが皆さんにとって適合するかによって選んでいただければいいと思います。そしてインクルード IS89M5 マスターハンドと IS86M6 レンジスナイプ、 IS90M7 ジョーブレーカーの違いについても簡単に説明させていただきます。まずですね、マスターハンド M5 と、M7 ジョーブレーカーに関してはベースがシーバスロッドになってます。でパワー表記から言うと M5 マスターハンドはですねオールラウンドに使えるシーバスロッドという位置づけで、ジョーブレーカー、M7 に関しては例えば磯のキラスズキゲームとかパワーを要するシーバスゲーム、そういうシチュエーションで使っています。あと個人的にはですね M5 マスターハンド、サーフでのヒラメゲーム、フラットフィッシュゲームですね、非常にいい竿だと思います。っていうのがですねかなりティップが柔らかめに設定してあるんで軽いリグも遠投できる。あとはですねフラットフィッシュゲームは基本的には巻きの釣りになるんで巻いてる状態で食ってくる。でそこでティップが柔軟なティップで乗せる。でヘッドシェイクとか非常にバレやすい魚でもあるんで、シーバスロッドっていう位置づけではあるんですが、個人的にはフラットフィッシュゲームにかなりおすすめです。でM6 に関しては M6 レンジスナイプに関してはもう個人的にはもう根魚、おっしゃ食ったスナイプ S86WX の
後継機っていう形なんで、自分にとってはものすごく思い入れがあるんで、もう根魚オンリーで個人的には考えています。スナイプがスイミングリグ、スイミングメソッド完全特化型だったに対して、インクルード86に関してはスイミングもこなすし、ジグヘッドやフリーリグ、テキサスリグとか比較的ロッドワークを駆使して細かく動かすようなリグですね、そういうのにも対応すべく若干ですね、スナイプ86に比べてちょっとロッド全体に張りを持たせてます。どちらもそつなくこなせるオールラウンダー型ですね。で、M7 ジョーブレーカーに関してはパワーゲームですね、シーバスのパワーゲーム以外にはですね、青物ゲーム、足場のしっかりした護岸から狙うハマチブリ、あとはサワラ、サゴシ、そういうところでのゲームに非常にいいと思います。インクルード迷われる方も多いと思うんですが、その概念にとらわれずエリアによって、それぞれの竿の特性を生かしてですね、幅広くですね、いろんな釣りに使っていただければいいと思います。